へえ、それはピーしか出てこないまあ個人的にはやっぱりいろいろ実験した中ではやっぱり水っぽくなってしまうっていうのがやっぱりどうしてもあるかな、うん、そうだからまあハマグリ刃にしたり、まあ、荒らしてみたり、それは食材とのこすりっていうところで摩擦がより起きやすい。そうどうしてもやっぱり抵抗を、まあ、減らすことができない、まあでもシンプルに考えてもらってね、その側面が普通に V 字のグラインドでほぼフラットな牛刀で食材めっちゃひっつくよねっていう、まあ、それに近いところに行ってしまわざるを得ないので、そうそれが全鋼の包丁でひっつくっていうのはもうまあ、ね、当然だよねっていうのはまあ、ね、牛刀でも体験しているので、やっぱりまあそういう意味でも、まあ、本焼きがまあ単純にね、その美味しく切れるとはちょっと言えないかなとは思うね。でなぜか、まあ、これがね分からないから難しいんだけども、地金の磨き方研ぎ方でやっぱり切れるその抵抗をすごく変えれてしまう、まあ、天然で研ぐのか腎臓の、ね、で研ぐのかで、まあ、実際これもね難しいところで研磨の世界で剣って研ぎなんだよね。で研ぎでいうと砥石を使って研ぐんだけども、同じぐらいマニアックな世界で間の世界、磨きの世界が実はまあ包丁の世界にも本当は存在していて、でもそこをまあ話す人がほぼいない。で僕らはどちらかっていうと間の世界でまあ見つけているのは、まあ、今の話食材によってその、抵抗が変わってしまうのをやっぱりその磨きで研ぎ分けてたりするんだけども、そうするとやっぱり地金がある方がやっぱり美味しく切れやすい、要するに磨きによって、まあ、そのうまく調整ができる、ただ本焼きはまあどんだけやってもやっぱりなかなかそこを調整するのが難しい、なのでまあそういう意味ではまあ本焼きの方がまあ美味しく切れるって感覚を得たことがあまりない。で、まあ、あともう一つあるのがその地金という金属の部分が食材にまあ鉄分を付着させる可能性が非常にあって、それによってまあ酸化させるのか何をさせてるのかっていうのはまあ具体的にまだわからないんだけども、やっぱり地金が美味しさを作ってるっていう事実はあって、もう地金だけの叩いて鍛造したプレートを表面にピカピカに磨いて切ったお刺身をそこでこすって食べるとものすごく味が濃くなるのも分かってる。なので普通にね白神2号の全鋼の牛刀に同じことやっても全然味は水っぽくなるわけ、なので、まあ、そういう意味では、まあ、地金がすごく味を作るところにすごい影響を及ぼしてるっていうのはもう間違いなくて。でもなんか料理人さんとかでもよく聞くんです、まあ、その一流の和食の料理人さんだったりお寿司の料理人さんで、僕の料理は酸化をさせたくないからステンを使うっていう方がいらっしゃるんですけど、その理屈としては、単純にその今のお話で考えるとやっぱりまあ酸化させるのか何なのかは分からないっていう話だったんですけど、まあ、それによってこう旨味だったり甘みだったり香りだったりっていうのがこう引き出されるっていう傾向にあるっていうとポジティブな面。そうだから酸化という言葉しか言葉がないので、まあ、その選ぶ方法がないんだけども、多くの人たちは酸化って劣化で捉えてて、でも切って開いた瞬間から酸化はもうすでに始まっている、その食材がもう空気に触れた瞬間から、でそれが早い段階は肯定的で、どっかから否定的になっていく。だから酸化のベクトルの中の前半部分はだいたい時間的にまあ短い時間の部分はだいたい後天的な話で、それのまあ一番強く言われているのがやっぱりワイン。若いワインとかを改善してやっぱり時間が経った方がまあ濃くなるっていうのは間違いなくもう酸化が空気とこう赤とかも混ぜて、でもそれがずっと進んでいくと今度はやっぱりネガティブな要素を感じるようになるっていう人もいるので、結局はそれと同じベクトルだからまあね、油とかで揚げ物とかも酸化だし、ね、全部酸化で、でもね揚げてすぐの唐揚げと時間が経った唐揚げじゃあ同じ油ですかっていうとやっぱりそこはもう劣化してきてる油になってくると胃もたれしてきたりとか、たくさん揚げて使った、ね、油はやっぱり、ね、ちょっとくどいというか、ね、その劣化したような味がするって言われてるのと一緒で、だからやっぱりその日本の和食
の根本的にその作って出すまでのスピードって結構速いんです、はい、そうだからよりそこを重きを重んじてるからか旬っていうものをすごく大事にしたりとか、はい、だからそのスピード感であり季節感であったりとかその作ってから提供するまでの時間っていうのが短い、もしくはお客様が食べるまでの時間が短い、出されてからね、そこら辺でやっぱり美味しさを感じるようなシステムになってるんじゃないのかなって気はするんだけどね。そのなんか酸化イコール悪っていうその先入観で使わないっていうよりかは、僕の勝手な予想なんですけど、一応料理人の方なんでサガネも使われたことはあると思うんですよ。ただそこから何かしらなんかネガティブな要素を感じたからステンレスにしたのかなっていう推測が。そうだからそこは研ぎが悪かったりとか、そう別の意味でね、はいはい、だからその、ちゃんと仕上げを引き出せてない可能性が高い。そう仕上げをちゃんとかけてなくて、さっきのね鉄臭が出てしまうからダメとか、そういろんな、それこそね変数が多くて、ただやっぱりそこをすごくこだわってちゃんと管理して自分で研いでてできてる人たちはやっぱり明らかにすごい高い評価をしてて、ステンレスをあまり好意的に思う人は少ない、ちゃんと研げてない可能性が考えられる。それも一つ考えられる要素だよね。もしかしたら藤原さんが仕上げたものを使ってもらったら考えが変わる可能性があるってことですね。もうありえるよね、結局はそこって本当にやりきりましたかっていう話で、結局表面的なデータしか聞いてなかったり、そこでの思い込み推測っていうところでやっぱり何にしてもねこちらも悪く言えば例えばお寿司だったらお寿司の技術を持ってないから、食べての判断しかできないっていうところはあって、そこでこちらが間違ってるところもあるだろうし、で言ってらっしゃる方々がもしかするとその研ぎの技術が全く足らなくて、合ってない話が合わないところがあったりっていうので、お互い足らない情報が足らない部分ももちろんあり得ると思うから。ただできる限りその料理人さんと寄り添って一緒にすごい回数実験をやってる中でやっぱりそのステンレスを選ぶっていう人がほぼいない。ただゼロではもちろんなくて、じゃあそういう人たちは何で選んだのっていうと、魚の臭い匂いを後天的に捉えてるかどうか、いわゆるトリメチルアミンっていう魚の生臭い匂いなんだけども、関東圏ってトリメチルアミンを魚の味ってもう本当に思ってるから、だからもうこちらからすると臭くて食べれないのが魚の味なの、そうすると魚の味がしない、要するに腐ってる時に出てくるあの香りがしないとお寿司じゃないって言っちゃうんだよね。うなぎもそう、お寿司もそうで、それをうまくお酢のめちゃくちゃ強いパンチと塩分とで、そこにちょっと砂糖とかも入れて米の甘みで全部をまとめちゃってるんだよね。そうするとそこに出てくる臭みっていうのを好意的に思った人はめちゃくちゃパンチがある、もう草うまいじゃないけど、だからホヤとか草屋とかね、なんて言うんだろう、ます寿司とかああいうちょっと劣化系のやつで、やっぱり人によってはもう臭くて無理ですっていうようなやつが一部の人たちはめちゃくちゃうまいって言ったりするんだけど、それがここの土壌なのよ、関東圏で。なんでって言ったら地方から豊洲に入ってる時点でもうすでに寝てて劣化してるんだよね、しかも野締めの方がいいとか言うんだよ、豊洲のこれ買ってる料理人さんとかも下手すると。そうすると劣化が早いから、劣化が早いとトリメチルアミンがめちゃくちゃ出るんだよね。それを握った方がもうすごいわ、ここの寿司はパンチがあるねっていう話になる、そうすると切れない方が都合がいいんだよね。それを増幅させる。ぐちゃっと潰して。本焼きのいいところは何ですかってお客さんに、本焼きを買うメリットは何ですかって僕も接客員として聞かれるので、僕がお客さんに言うのはロマンだから本焼きやっぱ買いたいお客さんも特に若い方でやっぱ先輩だったり一流の料理人さんはみんな使われてるじゃないですか、本焼きで。やっぱ買いに来られる方もいるので、なんか一つなんて言うんだろう、時計で言ったらロレックスが欲しいって夢見るのと同じで、なんか勲章じゃないけど頑張ってきた証だったり一つの目標にはなってるような包丁
だと思うんですね。またそこでじゃあ霞の倍の値段するから倍の切れ味があるかっていうと、そういうことはないですよっていうのはちゃんと説明して、それはもう事実だと思うんで、倍変わるかっていうとそういうわけではない。ただ製造過程で割れてしまったりとか壊れるリスク、その完成までたどり着ける本数が少ないっていうのと、比較的難易度が高いっていうところで、希少価値としての価格が反映されてるっていう感じでお伝えはして、ただ物としての価値はこの工芸品として、そういう本焼きっていうものとしてお買い求めになられるのは全然いいのかなとは思うんですけれど、なんか本焼きっていうもの自体が一般的には鋼の単一鋼材で作られてるもので、要は単一鋼材の中に硬い部分と柔らかい部分を作らなきゃいけない。でそれは合わせの場合だと硬いものと柔らかいのを貼り付けて作ってるんだけど、本焼きは1枚全部硬い鋼材の中に刃文っていうところを境目にして、硬い部分、刃先側が硬い部分で峰側が柔らかい部分でできてる。でそれを作るのに熱処理の過程で単一鋼材の中に異なる高度の部分ができると、膨張率だったりとかそういうところの違いでなん言えばいいんですかね、そういうことですね。歪みが出ちゃって、力の逃げ道がなくなって割れてしまう。そうですね。でも構造的な部分はめちゃくちゃ優れてるよね。やっぱり反りであったりとか角度であったりとか、やっぱり切れる角度であったりとか耐久性であったりとか、そういう道具としてちゃんと物を切るというね、その構造的な推移はすごいレベルで集まってる。あれなんですか、反りがあることで点設定になるから、そう大体あれを引いて大きく振りかぶって切りに行った時の入射角が一番小さいところで5度ぐらいになるって言われてるんでね。そうで大体ヘッドスピードが200キロ物体に対してのこの角度が、物に対してこう入るこの角度が約5度。そうでもほぼそうすると垂直に近い、垂直に当てて5度の薄い刃がまっすぐ落とし切りしてるのと一緒の切れ味ってことだよね。それがだいたいヘッドスピードが達人が切ると200キロぐらい出るって言われてる。だからカーブしてないと直だとなんて言うんだろう、チョッパーみたいな感じになっちゃいますね。ストレートにぶつかって反りがないと。だからそういうところで反りがそういう入射角切れ味を作っていて、それが200キロで来るわけだから、200キロで色地に落ちてくるのと一緒だよね。そら首落ちるよっていう単純なロジックで組み合わせていくとそういうのは見えてきて、すごくよく作られてる。日本刀は超優れてるけど